はい、こんにちは。小 VR チャンネルです。今回は初代のオキュラスクエストと新型のオキュラスクエスト2でアダルト VR を見るとどれだけ差が出てくるのかを見ていきたいと思います。それからなぜ違いが出てくるのかまで解説していくんで、最後までご視聴お願いします。では、視聴する作品はこちらです。この作品は地雷系女子 VR という名の通り、歌舞伎町にいそうなピエン系女子がテーマとなっている作品です。嫌いじゃない。見てみたい人は概要欄にリンク貼っときますね。じゃあもう早速画面の比較していきたいんですけど、ではこちらで DMM のアプリ開いていきたいと思います。よいしょ。こちら初代と新型のレンズの内部をカメラで接写したものです。それぞれどの部分かっていうのはご想像にお任せします。これを見ると違う部分が3つ分かってきます。1つ目が画質の綺麗さが違っていること、2つ目が発色の良さが違っていること、3つ目が画像全体にかかっている網目の模様の違いです。この違いがなぜ起こるのかをそれぞれ解説します。まず画質なんですが、これは解像度が初代は片目 1440×1600 だったのに比べて、新型は 1832×1920 になったことが関係します。1.5 倍の差があります。この写真の比較はカメラを通しているので、そこまで良くなったように見えないかもしれませんが、肉眼で見ると良くなったことがわかります。次に発色です。初代の方は全体的に鮮やかで、より自然な色に近くなっています。一方で新型の方は少しライトが反射したみたいに白みがかっているのがわかると思います。なぜこのようなことが起こるのかというと、初代と新型に使われているディスプレイが有機 EL と液晶で異なっているからです。初代が有機 EL で新型には液晶が使われています。それぞれのディスプレイの仕組みを解説します。液晶は色を表現するためにバックライトが必要なことが影響して全体が白みかかっています。特に黒色の表現は分かりやすいです。有機 EL は黒色の部分を光らせないことができるので、純粋な黒色を表現することができます。なので黒い布の部分やお肌の部分が自然な色合いになります。最後に新型では網目模様が改善されているということです。拡大すると分かりやすいんですけど、初代の方は全体的に小さいドットがたくさん見えることが分かります。なぜそうなっているのか説明する前に、まず理解してほしいのが、ディスプレイのサブピクセルの配置の種類に RGB ストライプ配列とペンタイル配列というものがあることです。何が違うのかというと、RGB ストライプ配列の場合は均等に配置されているんですけど、ペンタイル配列の場合は大きさの違うサブピクセルが入れ子状に配置されています。そして初代にはダイヤモンドペンタイル配列というものが採用されています。これはひし形のサブピクセルが入れ子状に配置されているのでそう呼びます。初代のダイヤモンドペンタイル配列はピクセルの間に隙間ができて発色しない部分ができます。これを VR のディスプレイで見ると網目状に見えてしまうというわけです。ではなぜ網目に見えやすいペンタイル配列を採用しているのかというと、単純にコスト的な問題があります。特に有機 EL の場合はストライプ配列にすると高額になってしまいます。それなら液晶でいいじゃないかと思うかもしれませんが、液晶より有機 EL の方が優れている点が発色がいいこと以外にもあって、それは応答速度です。応答速度が遅いとゲームとかをしている場合に残像が残りやすくなってしまいます。アダルト VR で言うと応答速度が速い方が女優さんが滑らかに動いてくれることになります。ただ液晶の方が遅いって言っても、液晶の技術も進歩していて VR 専用の液晶の開発も進んでいるんで、今後は応答速度が問題になることはほぼなくなりそうです。実際初代と新型を比較しても肉眼では差は分かりません。まとめると、液晶だとスクリーンドア効果を低減させやすいんですけど、 VR に致命的な応答速度が遅くなって有機 EL だとその逆になります。一長一短なので VR ヘッドセットによってはどちらが使われているかが結構分かれています。以上のことからなぜ女優さんの見え方が違ってくるのかが分かっていただけたと思います。ディスプレイに関しては奥が深いので分からないこととかあったり、補足とかあるとコメントいただけると嬉しいです。それで結局どちらがいいのかっていうと、もう初代では満足できなくなっちゃいましたね。新型の一番のメリットは
網目模様がほとんど見えなくなっているということです。一方でデメリットは発色が若干劣っているということです。ただ発色の劣りは画質の向上でほとんどカバーできている範囲だと思います。正直発色の違いはディスプレイの違いだけじゃなくて、撮影環境とか編集によっても違ってきます。もうどうしてもこの作品だけは初代の発色で見たい、もうお気に入りの1本がそれあるっていう方はもう初代で見ていいと思うんですけど、それ以外はもう新型がいいと思います。もうね、クエスト2しか勝たん。はい、それではね、今回は以上なんですけど、今後もね、VR がどれだけ素晴らしいかっていうのを皆さんにこのチャンネルで伝えていけたらなと思っています。今回は切り口をアダルトにしてみたんですけど、今やはりアダルト VR は素晴らしいですよ。アダルトの世界を VR が別次元に導いてくれると思っています。もう VR とアダルトの世界は切っても切り離せない関係にあると思います。そういう理由で今回はそっち系も含めて解説をしてみました。どうだったでしょうか。もし今後そっち系をもっと知りたいなと思う場合は高評価とチャンネル登録をお願いします。それとね、Twitter では動画にする前に VR 関係のことをツイートしていたりするんで、そちらもフォローお願いします。それでは今回以上となります。ご視聴ありがとうございました。